あの忌まわしい出来事から数ヶ月が経った。この男の子はジェームズ。いずれスコットランドの王となる私の子よ。その頃、一度は城を出て行った兄が帰ってきたの。周りは敵だらけ、誰も信用できない。夫でさえも。そんな中、いつも本音で接してくれる兄は心強い存在だった。仲直りできてよかったわ。そしてもう一人、私には信頼のおける家臣がいた。彼はボスウェル伯。不愛想なんだけど、手だれの軍人で頭もよく、私の命を何度も助けてくれた。ところがある日、そんな彼が恐ろしいことを口にしたの。私は耳を疑ったわ。私を夫殺しの女王にするというの。それではヘンリー8世と同じじゃない。彼を殺すことは断じて許しません。そう、ボスウェル伯はヘンリーを亡き者にするべきだと考えたの。権力に取りつかれた彼を生かしておけば、私の命は絶えず危険にさらされると。彼は引き下がった。けれどその数ヶ月後、事件は起こった。別居中のヘンリーが滞在していた教会で爆発が起き、夫は遺体となって発見された。犯人は分からずじまいだったけど、黒幕はボスウェル伯だという噂が広まった。彼は敵が多かったから。私はまた未亡人になってしまった。夫の死から1ヶ月、私は別の城に預けられている息子に会いに来ていた。その帰り道、ボスウェル伯、どうしてここに？女王陛下、お迎えに上がりました。少しよろしいですか？私はこれまであなたに尽くし、何度も命をお守りしてきた。私が夫になり、これからもあなたを守り続けましょう。何を言っているの？夫が死んでからまだ間もないのよ。それに、私はあなたを愛していない。そうですか。でもお前は、私と結婚するしかないんだよ。私は拘束され、彼の居城に軟禁された。ボスウェル伯は毎日私を説得しに来た。私が首を縦に振らないと、彼は次第に乱暴になっていった。そして私は屈した。抗い続ければ、次は我が子に危害が及ぶ。この男ならやりかねない。ダーンニーの死からたったの3ヶ月、私はボスウェル伯と結婚した。でもこの強引な結婚が彼自身を破滅させることになるの。そして私もただでは済まなかった。ボスウェル伯との結婚は一大スキャンダルとして国中を駆け巡った。ダーンリー卿が殺されてからたったの3ヶ月。しかも相手はその容疑者なんだもの。私を共犯者だとする声も多かったわ。そしてついに恐れていたことが起きた。反ボスウェル派が反乱を起こしたの。反乱には兄も加わっていた。女王の軍は戦わずして降伏。ボスウェル伯はさっさと逃げ出したわ。私は捕らえられ、幽閉された。兄たちは私に退位を要求した。1歳の息子に王位を譲れってね。女王として国を治めることは神に与えられた使命。それを放棄するのは神のご意志に背くということ。
だから私は女王であることにこだわってきた。でも私は彼らの要求に応じた。そうしなければ私の首は明日にでも切り落とされていたでしょう。死んでしまっては再び女王に返り咲くことはできないわ。そう、私は諦めが悪い女なの。そういえばその後ボスウェル伯は外国で捕まり、10年後に獄中で狂い死にしたそうよ。私が幽閉されていたのはここ、ロッホリー郡城。お兄様ったら何もこんな場所に閉じ込めなくても。女王陛下、お食事をお持ちしました。あら、私はもう女王ではないのよ。彼は城主の弟、ジョージ・ダグラス。私の待遇に同情的だった。チャンスだわ。それから私はジョージと毎日話をした。そして彼が心を開いた頃合いを見計らい、思い切って伝えたの。私をここから逃がして。幽閉されてから約1年、夜の闇を利用して私は脱走した。彼らは私を支持する騎士たち。ジョージ、うまくやってくれたのね。私はスコットランド南西部にあるハミルトン城を目指した。さあ、反撃開始よ。ハミルトン家は数少ない私の味方。私は彼らの力を借りて6000人の兵を集めた。待っていなさい。息子と王冠は返してもらうわ。私たちは王都エディンバラに向けて進軍した。迎え撃つのは4000の軍勢。指揮官は兄のマリハクだった。さすがにもう仲直りは無理ね。兄の軍はグラスゴー近郊のラングサイドで待ち構えていた。兵士の数はこちらの方が多い。勝てる。勝敗が決するのに時間はかからなかった。戦闘慣れした兄の軍に私たちは手も足も出なかった。このままでは無駄に血が流れてしまう。退却します。敗走する私を兄は追ってこなかった。こうなったら私は最後の望みをかけ南へ馬を走らせた。因縁の相手エリザベスに会うために。
エリザベスは私の亡命を受け入れてくれた。でもさすがにロンドン入りは許されなかった。当然よね。私はヘンリー7世のひ孫、イングランドの王位継承権を持っている。そんな私が王都にいたら、さすがのエリザベスも気が落ち着かないでしょうね。反エリザベス派と結託して私が王冠を奪おうとするかもしれないし、私は厄介な亡命者ね。エリザベスとは手紙でやり取りをした。親愛なるエリザベス女王、あなたに心からの敬意を表します。私たちは共に王位を守る立場。その孤独は私たち二人にしか分かりません。どうか私が再びスコットランドを治められるよう、あなたのお力をお貸しください。親愛なるメアリー、スコットランドに軍を派遣することはできません。両国にとって今大切なことは安定です。期待に添えなくてごめんなさい。あなたには安全な場所を用意します。どうぞ私の国で安心して暮らしてください。それから私は各地の城を転々とさせられた。どこへ行っても監視がついていたわ。息子は元気にしているかしら。エリザベス、一度でいいから直接会ってお話をしてみたいわ。あらやだ、白髪だわ。イングランドに来たのが25歳の時。今が41歳だから。あれから16年も経ったのね。監視がついているとはいえ、エリザベスは不自由のない暮らしを与えてくれた。でもね、彼女は一度も会ってくれなかったの。私は夫殺しの容疑者だったから危ない女だと思われていたみたい。あとは自分より若くて背が高い私と並びたくなかったとか。エリザベスって意外に繊細なのね。そんなある日、なんと18歳になった息子のジェームズから手紙が届いたの。そこには自分こそがスコットランドの王だということ。仮に私がスコットランドに戻っても女王にはなれないということが書いてあった。正直ショックだったわ。でも成長した我が子が立派に国を治めていることは母として誇らしかった。となるとスコットランドの女王にはもう戻れない。私に残された道はただ一つ。このイングランドで女王になることよ。私ってどこまで諦めが悪いのかしら。イングランドではたびたびカトリック派による反乱が起きていた。エリザベスを退かせ、私を女王に据えようとしていたの。反乱はエリザベスによってことごとく阻止されたけど、彼らの火が消えることはなかった。エリザベスの側近たちは、メアリーがいる限り陰謀は絶えない。処刑するべきだと主張した。けど、エリザベスは躊躇していたの。イングランドの独断で私を処刑すれば、フランスやスペインをはじめとする諸外国は黙っていない。私がエリザベスにとって血を分けた数少ない存在であったことも、処刑をためらう要因になっていたのかもしれない。そんな中、私に千載一遇のチャンスが舞い込んできた。彼はアンソニー・バビントン。エリザベスの統治に反対する熱心なカトリックよ。バビントンはスペインにパイプを持っていた。そんな彼が壮大な反乱計画を立てたの。まずはエリザベスを暗殺。同時に国内のカトリックが一斉に反乱を起こす。とどめにスペインがイングランドに侵攻して反乱を支援。その間に私を救出するという筋書きだった。
バビントンと私はギフォードという男を介してこっそり手紙のやり取りを続けた。もちろん暗号を使ってね。計画は順調に進んでいるように思えた。でもね、私たちは泳がされていただけだった。手紙を運んでいたギフォードは王室のスパイだったの。暗号は解読され、計画はすべてエリザベスに伝わった。バビントン一味は全員処刑。そしてついにエリザベスは私の処刑に同意した。私はスコットランドの女王メアリー・スチュアート。間もなく処刑されるでしょう。女王の座にこだわらなければ平穏で幸せな暮らしを手にしていたかもしれません。でも人種や宗教の争いがない平和な世を築くという使命を果たすためには、私は女王でいなければならなかった。私の死は悲劇ではありません。これは私が自ら選んだ生き方。後悔はありません。ジェームズ、あとはあなたに託します。さっさと終わらせましょう。Every word a bittersweet
最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。それではまた別の歴史でお会いしましょう。